また会えましたね。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむぎむです。今日は6月4日、木曜日です。5月30日から早々のフリーレンのイベントが始まりました。今後はサマーシーズンのイベントなどが続々と始まり、ここ1ヶ月は順調に活気も出ていました。ただそれはそれとして、先日から台風がやってきたせいで、今日はちょっと人が少ないみたいですね。ということで、今回の動画では混雑度ももちろん紹介しますが、どちらかというとパークの変化だとかをメインに紹介します。ただいまの時刻は9時55分。今日も京都テクッソ遠い保安検査場に向かいます。あれ、エントランスの旗が全部外されていますね。台風対策のためだと思われますが、もう大阪は通り過ぎましたけどね。ちなみに園内の旗も撤去されてるので、ポケモンエリアが拡張化、なんて噂も出てましたけどね。ポケモンエリアの工事は、初めに建物の旗を外す作業をしてたので、これが不穏な予兆に扱われてます。10時05分、手荷物検査終了。ここから入場ゲートに並びます。USJ の入場ゲートには左右があり、手前の列、つまり右側ゲートの方が混みやすい傾向にあるんですね。ほぼ例外なく右は混んでます。手前にあるから、ここに人が集まるんでしょうね。なぜそこまで顕著に違いが出るのかは不思議ですが、でも今はすっかり入場作業が終わっているため、エントランスはガラガラです。めっちゃ遅刻しちゃったけど任天堂とかフリーレンの整理券は残ってるんでしょうかね。10時10分、インパしました。この日の実際の開園時間は9時。公式の開園時間も9時なので、フライングはしていません。さて、整理券ですが、任天堂はなんと配布していません。マジか。任天堂の整理券は、だいたい開園から30分ほどで配布スタートします。なので、今も配っていないということは、今日は配布しないかもしれません。フリーレンの整理券は最速で12時30分でした。初日の大混乱が嘘のようです。やっぱり、初日と土曜日がバッティングしたのが、あの大混乱の原因だと思うんすよね。あと、そこまで大衆受けする内容じゃない点も大きいですが。さて、最近のパークの混雑度ですが、全体的に混んでるなぁという印象です。いや、昨日今日は台風の影響で、例外的にガクンと入場者数が減りましたが、全体としては、そんなに空いてるわけでもないです。特に、遠方ゲストに人気のアトラクションが混んでいる傾向が強い印象がありますね。逆に、昔からあるアトラクションなどは、30分や40分待ちとなっています。救いの手といった印象でしょうか。曜日ごとの混雑度は、どちらかというと土日が混んでいますが、何せ遠方客が多いので、あまり平日の恩恵だとかはないです。ただ、さほど曜日ごとに大きな変化のないエリアとして知られる、任天堂エリアもだんだんと混んできています。天気が悪い日が多いので、紛らわしいですが、全体としては混んでます。特に、ドンキーコングは、200分待ちを叩き出す大盛況の日まで出てきました。大盛況というより、もはや地獄です。任天堂エリアは、やはり、遠方客に人気のエリアですね。本音、よほど任天堂が好きとかじゃない限り、地元民はちょっと近寄るのは抵抗があるくらいに混んでいます。子守でいやいや付き合わされる親御さんはさぞ大変でしょう。今月の任天堂エリアは、特に空いている日とかの概念は存在しない状態になっています。では、ちょっとあれこれ見たいものもあるので、ステージ週8の方に行きましょう。フリーレンの入場開始は10時からです。なので、整理券も10時からしか配布はしていません。たまに勘違いされてる人いますが、整理券はスマホアプリから取得するため、別に現地で配ってるだとか、現地じゃないと電波が悪いだとかもないです。デロリアンは相変わらずかっこいいっすね。ちょうど10年前、アトラクションがなくなりましたが、あの当時よりも今の方が、バックトゥーザフューチャーは活気に満ちています。本当に惜しい存在をなくしたなーって今でも思います。何万ダブ何万ダブ。こっちのブルースモービルは今後は活用する予定とかあるんですかね。あ、そうだそうだ。USJ25 周年を記念したジオラマギャラリーの第2弾がしれっと登場してるぜ。今回の展示は1998年に作成されたジュラシックパークジョーズウォーターワールドの検討用モデル。ジョーズとジュラシックパークのボート久しぶりに見たな。これ昔は自由に触って OK だったんだぜ。建物の造形も細かいけどさすが制作途中のもの。デザインが実際に2001年に披露された完成版と微妙に異なってたりします。ジョーズのボートも屋根がカラフルですね。皆さん覚えていますか？開園当初の USJ の園内マップに載っていたボートと同じデザインなんですよねこれ。あのイラストはこの模型を参考に描いたのか、あるいは逆かもしれませんが、いずれにせよ、模型の段階では屋根はボーダー柄だったようです。カラーボードの展示も一新しており、ボーン市長の家の指示書なども加わりました。見張りのクルーさんも、これがプロディ所長の家で、こっちが市長の家ですと丁寧にガイドしてくれてて、非常に勉強になります。あ、なぜか肋骨のあるサメちゃん。今日も可愛いでちゅねー。こんな人形まで作ってたんですね。ジオラマギャラリー第2弾は5月29日から7月29日まで展示予定。第3弾も楽しみやね。パーク内には恒例のミストファンも設置されており、非常に涼しいです。ところで結局この謎の工事はフリーレン関連ではなかったみたいですね。内部では円形模様を基調とした公園を作っていますが、理由は謎です。では、手始めにエントランスに近いアトラクションの待ち時間を見てみましょう。11時35分時点でのハリドリの待ち時間は、バックドロップが75分、フォワードは60分、Z ライドの待ち時間は25分でした。25分だとこれ乗れと言ってるようなもんっすよ。
今回は通帳列で並びましょう。シングルライダーでもいいんですけどね。でもアーシは反強制的に相席を求められて嫌な顔されるのが辛くて、所詮3人組の中ではあまりもんの分際でよ。でもぶっちゃけシングルライダー民としても一般列になぜか並んでるお一人様って神に見えるでしょ。シングル民の救世主にアーシはなる。Q ラインは全然人がおらず、列もサクサク進みます。ところで最近あまりに Q ラインを列がはみ出る日が多いためかテントが増設されました。ユニバーサルが20年以上溺愛しているペラッペラのコンドームテントです。ちなみに非防水です。これがあって助かったと感じたことはこれまで一度もありません。まあ扇風機があるのはありがたいですけどね。いや扇風機もついてないやん。ということで25分で乗り場までやってきました。何気に表示待ち時間が超正確でしたね。さて、シングルライダー民の救世主になりましょうか。で、なんか目の前でシングルライダーが枯渇したんですが、ということで普通に貸し切りで乗ってきました。いや、やっぱり隣に誰も座ってないとテンションも上がりますよね。シングルライダーの相席を嫌がる人の気持ちもわからんではないです。では、引き続きパークを回ります。スタジオスターズレストランの工事は相変わらず終わっていません。おそらく店舗の拡張工事と思われ、内部ではかなり土を掘り返しています。そして気になるのがこちら、ムーピングライトだとかが設置されています。何かショーにでも使うんでしょうが、用途は謎です。そして、欅ロードではさらに手が加えられていました。道路をよく見ると、溝が一直線に並んでいます。排水溝か何かに見えますが、実は違います。夏になると熱中症対策として地面からミストが出るそうです。今、排水溝って言っちゃいましたけど、ここから噴射されるミストで量をたしなめと、まあ万博でもこういうスポットありましたからね。多分大丈夫でしょう。それにしても皆さんはフリーレンのストーリーウォークはもう体験されましたか？あれはどうなんでしょうね。個人的には微妙でしたけども、まあそもそも早々のフリーレンはそんな超スペクタクル冒険活劇みたいなストーリーではないのでアトラクションにするのも難しいみたいですが、派手さだとかはないですよね。まあ別に派手さはいらないんですが、例えば劇中に出てくるアイテムだとかの再現がもっとあってもよかった気はします。ただ、それより気になるのはこのストーリーウォークなるアトラクションが今後常設になると USJ は豪語してる点ですね。あれってそんな今後も続けるようなもんなんでしょうか？おそらく USJ 的にはクールジャパンのメンツの一つは必ず展示物というテンプレを作りたいのだと思うんですけど、花から形式が確約されてるのもそれはそれでね。まあテーマは変えるらしいので今後化ける可能性もありますけども、現状は本当にアニメのダイジェストを見てるだけみたいなところはあります。では引き続きパークを回りましょう。5月10日をもってセサミエリアがクローズしましたが、今はどうなってるでしょうね。はい、まずエントランスはこんな感じ。ものの見事にエルモのガーデンアートだけが撤去されています。あ、これって残すの NG な感じなんですね。ちなみにあまりに貧相なので、後日、チャーリー・ブラウンが中央に配置されたそうです。キティ、チャーリー、スヌーピーっていう配置も謎やけどね。ところで、ちょっと興味深い質問を以前にもらいまして、今ってアトラクションの整理券関連のページが全て統合されてるんですよね。昔みたいに予約乗りといい整理券は別みたいな考えはなくなりました。ここで重要なのが予約乗りって複数の整理券は取得できなかったですよね。そうすると仮にフリーレンのストーリーウォークの整理券を取った場合、予約乗りの整理券は重複という扱いにならないのかという疑問が生まれるわけで、結論から言うとそれは重複扱いにならないです。なのでフリーレンの整理券とスヌーピーの整理券の2つは同時に取得可能です。整理券の種類が違うから可能なわけなんですね。でも同じページに統合された以上区分の違いなんて素人目にはわからないわけで、いずれにせよフリーレンとスヌーピーどっち取るみたいな取捨選択は不要です。はい、以前はセサミストリートの世界があった場所は完全に万能版で覆われて立ち入りはできないようになっています。なんかこの壁の絵が伏線なのだという説を唱えている人がいましたが、隣接するショップの外観に合わせただけだと思います。そういえばこちらのショップはどうなってるんでしょうね。店内はセサミストリートのままでした。これはいいんかい。意外なことに店員のローブはキティのものに変更されてるんすよね。どういうこと？おそらくワードローブだとか簡単に置き換えができるものは対応が進んでいるといった状態のようです。トイレは封鎖エリア外で現在も使えます。出し入れが自由だったロッカーは撤去されてますけどね。レンタルのモバイルバッテリーは健在でした。こちら側の通路だとかも完全に封鎖されていますね。目立たない位置だからか雑な白い壁です。では続いてはハリーポッターエリアに向かいます。道中でジョーズのスティーブンスキャナリーで補修工事をしているのを見つけました。どこも工事だらけですね。このエリアは今日も賑わっていますが、まあ特筆するほどでもないですね。先日から続いているフクロウ小屋の工事も特に変化はないです。いや USJ 工事エリア多すぎやろ。まあちょうど米国のホグワーツ城でも改修工事をしていましたが、メンテナンス日和なんですかね。ちなみにこのハリボテにチケット代を払えとみたいなクレームは結構ありました。米国人って案外小さいことにうるさいんすね。あちらもこちらも囲いだらけで大変ですが、万能版を納品してる業者は仕事に困らず万歳でしょう。
とりあえず、アトラクションの混雑度を見に行きましょう。今日も周りは外国人だらけですね。ハリポタエリアって、かれこれ11年もありますんで、地元民で溢れ返るってことは肌感あまりないんです。それでも混雑はしてないようで、アトラクションの待ち時間は13時50分時点で、フォービドゥンジャーニーが50分、ヒッポグリフが50分でした。では、アミティの様子も覗きましょう。さっきジオラマを見たばかりなので、アトラクションに乗りたいところですが、あいにく6月23日までリハブなんですよね。Q ラインには昨年からアミティ警察ミストファンが設置されるようになりましたが、今はまだ不在のようです。アミティ警察ミストファンって何？トラックエリア内では大型クレーンが2機もおります。USJ 情報局 LCA Studios USJ kanji I don't know LCA Studios それにしても、アミティのメインストリートは人でうちゃうちゃです。アミティって USJ 屈指の混雑スポットなんですよね。USJ は強引な拡張計画でハリポタと任天堂エリアを誘致しました。この人気エリアに挟まれる形でアミティは立地しています。なので、ここはむしろ開発しにくいエリアと化しているとも言えます。アミティボードウォークスナックの建物では最近大掛かりな改修作業をずっとしています。シートが水にどっぷり浸かっていますね。あれ、なんか今日のラグーン、水の色が緑ですね。ママ A は、テラス席もやや狭くなっており不便ですが、今は床板を張り替える工事をしているみたいです。封鎖エリアにいたボートはこちらに避難しています。ここを筆頭とするアミティのあらゆる建物はここ3年ほどの間で大規模な改修工事をしています。いきなり全部封鎖して工事すると大変なので区域を分けて段階的に全ての建物を修繕しています。なのでここ数年のアミティは常にどこかが工事中という状態になっています。こう見るとまだまだ活用する気満々という印象を受けますね。強引な開発計画のおかげで、アミティは USJ の大動脈となってしまい、図らずも存続せざるを得ないスポットになった気もします。それでも、ジョーズがいつまで残るかはわかりません。まあ、乗れるうちにたくさん乗りましょう。では14時15分。そろそろ、任天堂エリアの入場時間なので向かいます。今日は結局、整理券配布しなかったですね。自由に入場できるのは、実に便利でストレスフリーです。道中では、先ほどのジョーズのクレーンがよく見えますね。位置的に、ガスステーションと高圧ケーブルのエリアで、それぞれクレーンが作業しています。では、エリアの様子を覗いてみましょう。中はかなり混んでいます。というか、任天堂エリアはいつもずっと同じくらい混んでいます。いつも満員状態なんですよね。任天堂エリアは道が狭いのもあって、毎日が初詣って感じです。ここで誤解してはいけないのは、別に整理券配布の有無は混雑度と特に関係はないという点です。いや、原則として影響はしてるんでしょうが、結果的にその恩恵を感じにくいというか、今日は整理券もないし、エリア内も少し空いてるね、なんて日は存在しません。不思議っすよね。おそらくですが、今日のパークは空いてはいるんだと思います。台風の影響をもろ受けてますし。ただ、任天堂エリアって非常に人気ですし、ゲストの大半がここに来るために大阪に来たと言っても過言ではありません。動画のためにいやいや訪れてる偏屈なんてあーしくらいでしょう。なので、エリアの滞在時間は非常に長いし、キャパいっぱいまでゲストがいる場合、さほど興味のないゲストは、今日はいらないや、ってなるわけです。結果的に、任天堂エリアの混雑度は、整理券対応だろうが違うだろうが、おおむね一定に収まるような気はします。なので今日も、大した恩恵を浴びることなく散策しています。では、そんな今日の待ち時間を見てみましょう。14時20分時点での待ち時間は、マリオカートが110分、ヨッシーアドベンチャーは75分でした。あくまで肌感の話ですが、雨が降ってない日で、マリオカートが80分、ヨッシーが60分台とかなら、今日は空いてるかなって印象はありますけどね。今日はそんなこともないので、通常通りって感じです。それでももっと混んでいる日は、歩くのすら大変ですけどね。キノピオカフェは15時30分まで予約は埋まってました。逆に、いつ来たら予約取れるん？ USJ 情報局なんて歌いながら裏技を教えられないのはかたじけないですが、キノピオカフェは正直攻略が難しいですよね。例えば、朝一の整理券配布で全ての時間が選択できるのなら諦めもつきますが、キノピオカフェの整理券は非常に小出しです。最初の配布時間がだいたい9時ということしか分かっておらず、第2弾、第3弾の配布がいつなのかはスマホを常ににらめっこするくらいしか策がないです。ヨッシーのキオスクにはキノピオカフェに入られなかった負け組どもが小腹を満たしにやってきていました。では、ドンキーコングエリアはどうなってるでしょうね。ここはいつもすごい人でキャパオーバーって印象です。最近はゲスコンが上手くなってきたのか、朝一以外で列がエリア外にまで伸びるっていう日はあまり見かけなくなりましたね。以前はエリアにいるゲストの大半が Q ラインに収まりきれず溢れた連中って感じでしたけど、さて待ち時間は160分でした。ほんと可愛げないよなお前。
米国だと40分で乗れるようなアトラクションなんですけどね。米国はアクセスが面倒なものの、パーク内は快適なリゾート型。USJ は都市部にあるためアクセスが便利なものの、パーク内は地獄絵図っていう印象は常にあります。これはディズニーも同じですね。ではのんびりダラダラジュラシックパークエリアを回りましょう。ちょうどアトモスが開催中でゲストの整理をしていますね。前回動画でお伝えした通り、ロストワールドレストランでは早々のフリーレンのコラボが5月30日から始動しています。初日に行った時はえげつない混雑で今の時間帯だと180分待ちだったとか。でもその勢いは出し切ったかのようにすっかりしぼんで賢者タイムに突入していました。以前はエントランスから溢れていた行列も今日は特になし。待ち時間もオーダーの手間を除けば0分です。それでも店内は9割の席が埋まってますけどね。少なくとも前みたいに人が多すぎてオーダーが追いつかないみたいな状態ではないようです。ところで気になるのがサマーシーズンはロストワールドが制約で埋まることになります。となると毎年ワンピースに乗っ取られているディスカバリーレストランはどうなるのか。実は今年は3時の海賊レストランは開催するものの、ディスカバリーレストランでは特に催しだとかはないらしいんですね。USJ としては超異例のディスカバリーレストランが営業している夏になります。というか、本来それが理想的なんですけどね。だって、ロストワールドレストランと天秤にかけた時、どう考えても価値が高いのはディスカバリーレストランの方なのに、毎年なぜかこちらがコラボ会場に選ばれてたのが謎すぎて。では、アトラクションの待ち時間を見てみましょう。14時55分時点での待ち時間は、ジュラパが40分。ゴマスリクソバードは50分待ちですが、なぜかシングルライダーはやってません。それではそろそろ帰りましょう。サンフランシスコエリアは活気がないわけではないですが、アトラクションは一つもなくて寂しいですね。実は本家オーランドもワイルドスピードをテーマにしたコミライドがなくなるため、同様に空き地になります。このアトラクションは関係者にすら後悔してると公で言われてしまうほどひどい出来でした。オーランドではかつての噂でバックトゥーザフューチャーのエリアにしたらどうだなんて話も出てますけどね。もしその案が採用されるなら USJ でもぜひやってほしいくらいです。ミニオンブラスト？そんなもんどうなろうと知らんよ。ルイズを除くと店内が真っ黒なシートで覆われていました。実はルイズもリニューアル工事のため6月12日まで閉店なんですよね。例によってセルフレジを設置するための工事と思われます。USJ のほぼ全てのレストランがセルフレジになりますね。ゴッドファーザーの時代にセルフレジがあったのかなんていう野暮な質問はしないでおきましょう。ニューヨークエリアの工事ももはや何も紹介することがないくらいずっと進展なしです。以前の動画で紹介したようにティファニーのファサードのカラーリングが黒とグレーに変わったことだけは判明してるんですけどね。建物は流用するものの色は全て変えるみたいです。元のニューヨークエリアに愛着があるだけに残念。グラマシーパークでは6月5日から28日までの間、シネマナイトピクニックなるイベントが催されます。なんと、パークにゆかりのあるユニバーサル映画が無料で上映されるという胸熱な催しです。いやー素晴らしいですね。なんというか、まず、こんなイベントがあることも驚きですが、仮に開催したとして、どうせ USJ のチョイスなんて、生成ミニオンとジュラシックワールドとあと1個くらいだと思っていたので、かなり網羅されていて嬉しいです。これは、ぜひ全て制覇したいですが、梅雨のシーズンなのに、大丈夫なのか、やや不安ではあります。ただ SNS ではある点において、不安視する声もあります。原作の映画っていうのは、結構過激なシーンも多いわけですね。それ自体は問題ないのですが、パークで上映するにあたり、ゾーニングの観点から、色々修正だとかカットが入りそうという指摘が多いですね。しかし、それについては、USJ 公式から発表があり、カットだとかはしないようです。実際どうなるかは確認してからレポしたいですけどね。いずれにせよ嬉しい限りです。では、今回の動画はここまで。また次回にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。